育休後コンサルタントの山口です。今日はですね、育休を3年以上取ってしまったので、復帰が不安ですという方のご相談にお答えしようと思います。まずですね、育休を3年以上取ってしまったっていう方の多くはですね、取ってしまったって言っても別に取ってもいいんですけれども、お子さん一人で最長3年だったりするんですよね、自治体とかは。だから奥さん一人で3年っていう方もいらっしゃるんですけれども、一人の場合はまだね、いいんですよ、一人だから。で、問題はですね、お子さんを2人とか3人とか続けて出産して、で、その間ずっと復帰せずに育休を取り続けた方、この方はですね、いろいろ不安なことが多いと思うんですよね。で、まず仕事については、ブランクが長いので、不安だと思うんですよね。ここは一つ新人に戻ったつもりで復帰したらいいと思います。それはですね、別になんて言うんだろう、へりくだれとかですね、そういう意味ではなくてですね、新入社員の時を思い出してほしいんですけど、新入社員の時ってそのわからないことがあっても思い切って質問したりできましたよね。ということで、その時の新鮮な気持ちを思い出して、いろんなことが3年も経てば変わっているわけです。で、変わっていることを、あれ、前と違うんだけどどうしようどうしようって悩むよりは、周りの人に聞いてしまった方が早いので、ちょっと長く休んでたのでいろんなことがわからないので教えてくださいというスタンスでね、1年ぐらいかけて、勘を取り戻すぐらいの気持ちで仕事の方はやったらいいと思います。そうは言っても、全く知らない人の中に入って全く知らない仕事っていうのはちょっと辛いと思うんですよ。だからもし希望が叶うのであれば、同じ部署かつ同じ仕事、これがベストですけれども、同じ部署でちょっと仕事が違うとか、違う部署に変わらざるを得ないのであれば、同じ仕事に戻してもらうということが、その方が比較的元に戻りやすいと思います。で、もし万が一ですね、違う部署で違う仕事というふうになってしまって、周りに知っている人がいないというところに復帰することになった場合は、知っている人、昔一緒に仕事をしていた人となるべく会ったり、復帰の挨拶をしたり、オンラインでもオフラインでもいいので、少し時間をとって会って、その間起きたことをね、会社で起きたことを聞いたり、それから自分がどういうふうに休んでたかを話したりということで、あの普段からもともと知ってた人ともコミュニケーションを取る時間を多めに取るといいと思います。そうすると話せる人がね、会社の中に、職場の人はみんな新しい人かもしれないけど、前知ってた人と話すことができれば、そこで聞きづらいこと、新しい職場で聞きづらいことを聞いたりすることもできますよね。そして少しずつでもいいので、新しい職場の人と仲良くなるというかですね、そういう工夫、努力をしてみてください。で、もう一つ、お子さんの方ですね。育児の方は、これは2人同時に保育園に預けて復帰するということになりますので、まず保育園が初めてですよね。上にね、お子さんがいて、で、下の2人で長く休んだっていう方は、保育園自体には慣れているし、両立という生活スタイルにも慣れているので、その方はですね、割と勘が取り戻しやすいと思うんですけれども、初めての復帰で2人でブランク3年とかなってると、それは大変だと思うんですよね。例えば3歳と1歳みたいな感じで2人預けて復帰した時には、まずは毎日をきちんと回していくということに集中したらいいと思います。一日のやるべきことが一日で終わるという形でね、それでもし終わらないことが出てきた時には、やめる勇気を持ってください。例えばご飯を時間をかけて作るっていうのは、そこがすごく時間かかるし、でなかなかそこは手放せないところだとは思うんですけれども、そこを思い切って、例えば買ってきたものを中心にするとか、電子レンジとかそういうものを使って、なるべく早く食事の用意をするとか、そういうことですね。食事の用意の時間をなるべくかけない、その分子どものケアをしたりとかいうことに使うというふうな、思い切った生活スタイルの合理化というかね、省力化、そこに努めたらいいと思います。そして、
家電製品の導入もすごく便利なので、例えばドラム式洗濯乾燥機、これは本当に最近これを入れて本当に良かったという話をよく聞くので、ドラム式の洗濯乾燥機、検討してください。食洗機とかロボット掃除機なんかもそうですね。それからあとはですね、子ども2人同時に保育園に預けると、2人とも同時もしくは時間差で熱を出したり病気をもらってきたりします。ですからここは覚悟を決めてほしいと思います。例えばですね、双子のお子さんで一緒に預けて復帰するという方も同じなんですけれども、そこの部分は2人いるということでね、休まなきゃいけない時間が2倍になるということは覚悟しておいてください。で、その場合、例えばこの看護休暇というのは子ども1人につき5日使えますので、この看護休暇を上手に使ったり、それから夫婦で交代で休むということですね。で、2人いっぺんに預けて初めて復帰するという時にパートナーとの協力が必要なことは言うまでもありません。パートナーとよく相談し合って、日々のね、復帰してから日々いろんなことが起きる、そのいろんなことについて2人で相談しながらどうしようかということで、少しずつ改善していくことでですね、毎日毎日がスムーズに回るようになりますので、そこをね、しっかりと協力し合ってほしいと思います。で、パートナーの協力が得られにくい方、もしくはシングルの方はですね、パートナー以外の家族なり、さまざまなサービスなどを上手に使って自分一人で抱え込まないようにしてほしいと思います。はい、今日はですね、3年以上育休を取って復帰するのが不安だという方のご相談にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。